ゆっくり解説。2017年公開映画ベスト10。必見の名作を振り返る。ねえマリサ、2017年ってどんな映画があったか覚えてる？お、2017年か。あの年は映画が大豊作だったんだぜ。ハリウッドの超大作からアニメ、邦画まで、いろんな作品が話題になった年だな。へえ、それは楽しみね。でも、たくさんありすぎて、どれが本当に名作なのかわからないわ。そうだろうな。だから今回は、2017年に日本で公開された映画の中から、特に話題になった作品をランキング形式で紹介するぜ。いいね。じゃあ、どんな基準でランキングを作ったの？興行収入や評判、映画ファンの評価をもとに選んだぜ。それと、ジャンルが偏らないように、アクション、アニメ、ミステリー、ファンタジー、ドラマ、コメディ、いろんな作品をピックアップしてるのぜ。それなら、いろんな人が楽しめるランキングになってそうね。その通り、アニメ好きにも、洋画好きにも、邦画ファンにも満足してもらえるラインナップになってるぜ。第10位。22年目の告白。私が殺人犯です。これは日本のサスペンス映画で、藤原竜也と伊藤英明が共演しているんだ。サスペンスってことは、何か事件が起きるの？そうだぜ。物語の中心となるのは、22年前に起きた未解決の連続殺人事件。5人の命を奪った犯人が、時効成立後になんと自ら殺人犯として名乗り出て、本を出版するんだ。時効が成立してるから、罪に問われないってこと？その通りなのぜ。犯人を名乗る男曽根崎がテレビに出演し、自分の犯罪について告白するんだ。しかも、事件の詳細を克明に語ることで、一躍時の人となる。そんなの、被害者の遺族にとっては耐えられないわね。まさにその通りだぜ。特に、事件を追い続けてきた刑事牧村、伊藤英明や遺族たちは、怒りと悲しみでいっぱいになる。そして、曽根崎が名乗り出たことで、22年前の事件が再び動き出すんだ。ただの告白じゃ終わらないってことね。そういうことだぜ。この映画の最大の魅力は、その驚愕の展開とどんでん返しにあるんだ。曽根崎は本当に犯人なのか？なぜ今になって名乗り出たのか？物語が進むにつれて、次々と衝撃の事実が明らかになっていく。観客を翻弄するストーリーってことね。ラストまで気が抜けなさそう。その通りだぜ。日本映画のサスペンスとしてはかなり完成度が高く、藤原竜也の開演も見どころの一つだ。彼の演技が、曽根崎の不気味さや狂気を際立たせているんだ。なるほど。俳優の演技力も含めて見どころが多い作品なのね。でも、結局のところ、この物語はどんな結末を迎えるの？それは、実際に映画を見て確かめるのぜ。ネタバレは厳禁だぜ。第9位。オリエント急行殺人事件。これはアガサ・クリスティの名作推理小説を映画化したもので、ミステリー好きなら絶対に見逃せない名作なんだ。アガサ・クリステって、推理小説の女王って呼ばれてる人よね？その通りだぜ。この映画の原作、オリエント急行の殺人は、世界的にも有名な作品で、何度も映画化されている。でも、2017年版は映像美や豪華キャストが特に話題になったんだ。へえ、どんな俳優が出てるの？まず主演はケネス・ブラナー。彼が名探偵エルキュール・ポアロを演じるんだ。他にも、ジョニー・デップ、ミシェル・ファイファー、デイジー・リドリー、ウィレム・デフォーなど、超豪華な俳優陣が揃っているぜ。それはすごいキャストね。ストーリーはどんな感じ？物語の舞台はヨーロッパを走る豪華列車、オリエント急行。列車の中でアメリカ人富豪のラチェットが何者かに殺害されるんだ。そして偶然乗り合わせていた名探偵ポアロが、乗客全員に事情を聞きながら事件を捜査していくっていう展開だぜ。豪華列車の中での密室殺人。まさにミステリーの王道ね。そうなんだぜ。しかもこの映画の最大の見どころは、事件の真相が驚きのどんでん返しで明らかになるところなんだ。誰もが予想しない結末が待っているんだぜ。そんなこと聞いたら、余計に気になるじゃない。でも、ネタバレしないでね。もちろんだぜ。ネタバレしちゃったら、
この映画の面白さが半減しちまうからな。でも、一つだけ言っておくと、この映画はただの殺人ミステリーじゃなくて、人間ドラマとしても深い作品なんだ。人間ドラマ？そうだぜ。この映画では、登場人物たちの過去や秘密が少しずつ明かされていく。それによって、なぜこんな事件が起こったのか、そして犯人の動機は何だったのかが浮かび上がってくるんだ。なるほど。単なる推理物じゃなくて、人間の心理描写も大事にされてるのね。その通りだぜ。映像も美しく、列車の中のセットや衣装も豪華で、まるで本当に1930年代のヨーロッパにいるような感覚を味わえるんだ。それは面白そう。でも、ポアロって他の作品にも出てくる探偵よね？そうなんだぜ。ポアロはアガサ・クリスティの代表的なキャラクターで、他にもナイル・ニシスや ABC 殺人事件なんかにも登場するんだ。この映画のラストには、次回作への伏線もあるんだぜ。それって続編があるってこと？その通り、実際に、2022年にはナイル殺人事件として続編が公開されたんだぜ。第8位、ジャスティス、リーグ。ジャスティスリーグは DC コミックスのスーパーヒーローたちが一堂に会する、いわゆるアベンジャーズ的な映画なんだ。なるほど。DC 版アベンジャーズって感じね。どんなヒーローが登場するの？主要キャラクターは、バットマン、スーパーマン、ワンダーウーマン、フラッシュ、アクアマン、サイボーグの6人だぜ。彼らが力を合わせて地球の危機に立ち向かうんだ。おお、それは豪華ね。DC の代表的なヒーローが勢揃いって感じだわ。そうなんだぜ。ストーリーは、スーパーマンがバットマン対スーパーマンで命を落とした後の話で、バットマンが新たな脅威に備えて仲間を集めるところから始まるんだ。スーパーマンが死んじゃった後の世界なの？それは大変そう。ああ、地球にはステッペンウルフっていう強大な敵が襲来して、全人類を支配しようとしているんだ。だから、バットマンとワンダーウーマンは、新しい仲間を探してチームを作ることにするのぜ。でも、そんな簡単にヒーローたちが集まるの？実はそこがポイントで、それぞれのキャラには個別の問題があって、最初はチームとしてまとまらないんだ。アクアマンは海底王国の問題を抱えてるし、フラッシュは父親を助けるために奮闘中。サイボーグは事故によって体が機械化してしまい、自分のアイデンティティに苦しんでいる。そういうバックストーリーがあるのね。単なるヒーロー集結ものじゃなくて、それぞれの葛藤が描かれているのは面白そう。そうなんだぜ。でも、そんな彼らが共通の敵に立ち向かうことで、次第にチームとしての絆が生まれていくんだ。そして、ある驚きの展開が待ってる。まさかスーパーマンが、それは見てのお楽しみだぜ。ただ言えるのは、スーパーマンはこの映画でも重要な役割を担っているってことだ。気になる。アクションシーンも派手なの？もちろんだぜ。特にフラッシュの超高速移動シーンや、アクアマンの海のバトル、ワンダーウーマンの戦闘は圧巻だ。バットマンも、最新のテクノロジーを駆使して戦いに挑むし、それぞれのヒーローの特性を活かした戦闘シーンは見どころ満載だぜ。それはかっこいいわね。でも、この映画って評判はどうだったの？正直なところ、評価は賛否両論だったぜ。もともと監督のザック・スナイダーが途中で降板して、ジョス・ウェドンが後を引き継いだんだ。その影響で、トーンや演出が変わったことに違和感を覚える人も多かったらしい。なるほど。途中で監督が変わると、作風も変わっちゃうわよね。でも、2021年にはザック・スナイダー版ジャスティスリーグが配信されて、ファンの間ではこっちが本来の形だ。って話題になったんだぜ。へえ、そんなことがあったのね。それなら両方見比べてみるのも面白そう。第7位、ナミヤ雑貨店の奇跡。これは東野圭吾の小説が原作のファンタジーヒューマンドラマ映画だぜ。2017年に公開されて、山田涼介が主演を務めたんだ。東野圭吾の作品って、ミステリーのイメージが強いけど、この映画も推理物なの？いや、これはミステリーというよりは、時を超えた手紙を通じて人々の人生が交錯する感動作なんだ。ファンタジー要素が強くて、心温まるストーリーになってるぜ。時を超えた手紙。
どういうこと？物語の舞台は、かつて悩み相談を受ける雑貨店として知られていた浪屋雑貨店。ある日、3人の若者がある事件を起こして逃げ込み、その店で一晩過ごすことになるんだ。ふむふむ、そこまでは普通の話ね。でも、ここからが不思議な展開になるんでしょう？その通り、彼らが雑貨店にいると、店の郵便口から突然、誰かが悩み相談の手紙を入れてくるんだ。それがなんと、過去から送られてきたものだったんだぜ。どういうこと？過去の人から手紙が届くの？そうなんだ。さらに驚くことに、彼らがその手紙に返事を書いて投函すると、それが過去の人たちに届いてしまうんだ。それって、タイムスリップじゃなくて、手紙だけが時間を超えてるってこと？まさにそうだぜ。3人は最初は戸惑いながらも、悩みを抱えた人々の手紙に答えていくうちに、自分たちの過去とも向き合っていくことになるんだ。なるほど。なんだか心が温まりそうな話ね。でも、彼らがこの手紙を通じて学ぶことって何なの？この映画のテーマは、人と人とのつながりや、誰かが誰かの人生に影響を与えるということなんだ。過去の人々の悩みに答えていくうちに、3人の若者たちも次第に変わっていくんだぜ。それって過去の人たちだけじゃなくて、現代の彼ら自身の成長物語でもあるのね。そういうことだぜ。さらに、物語の終盤では、手紙が繋ぐ意外な伏線が回収されていくんだ。観客の涙腺が崩壊するような感動のラストが待ってるんだぜ。そんなに泣ける話なの？でも、ファンタジー要素があるなら、ちょっと不思議な魅力もありそうね。そうなんだ。幻想的な設定とリアルな人間ドラマが組み合わさった作品だから、ミステリー好きにも、感動ものが好きな人にもおすすめできる映画なんだぜ。それは面白そう。でも、東野圭吾の作品って、結構ミステリーっぽい複雑な展開が多いけど、この映画もそういう仕掛けがあるの？あるぜ。物語が進むにつれて、手紙を通じて繋がる人々の関係が明らかになってくるんだ。それぞれのエピソードが繋がることで、大きな流れが見えてくるんだぜ。なるほどね。これは単なるハートフルな物語じゃなくて、伏線がしっかり張られている感じなのね。その通りだぜ。心に響くセリフや、じんわりと心に染みるメッセージが散りばめられているから、見終わった後に余韻が残る映画なんだ。それは素敵ね。ちょっとノスタルジックな雰囲気もありそう。そうだな。昭和のレトロな雑貨店の雰囲気や、優しい音楽も映画の世界観を引き立ててるんだ。まさに、心温まる奇跡の物語って感じだぜ。第6位、本能寺ホテル。これはタイムスリップ系の歴史ドラマで、主演は綾瀬はるかと堤真一だ。現代の女性が戦国時代にタイムスリップして、本能寺の変に関わることになるんだぜ。へえ、歴史ものなんだ。でも、どうしてタイムスリップしちゃうの？主人公の真由子は、婚約者と結婚を控えた普通の OL なんだ。だけど、いろいろ迷いがあって、一人で京都に旅行することにする。そして偶然泊まったホテルが本能寺ホテルだったんだぜ。本能寺ホテル。まさか、本能寺の変と関係があるの？そうなんだ。真由子がホテルのエレベーターに乗ると、なぜか戦国時代にタイムスリップしてしまう。そして、目の前に現れるのが、織田信長なんだぜ。ホテルのエレベーターで織田信長に会っちゃうの？それは驚きね。そうだろ？真由子は最初は混乱するんだけど、信長との交流を通じて、次第に歴史上の出来事に関わることになる。そして、ついに本能寺の変が起こる日が近づいてくるんだ。本能寺の変って、1582年の6月2日に起きた、明智光秀が信長を撃った有名な事件よね？その通りだぜ。だから、真由子はこのままじゃ信長が殺されてしまうと悩むんだ。自分が歴史を変えるべきなのか、それとも何もせずに運命を受け入れるべきなのか。それは難しい選択ね。もし信長を助けちゃったら、歴史が変わっちゃうかもしれないし。そうなんだ。しかも、真由子自身も自分の人生の選択に迷っているから、歴史と自分の未来をどうするか、両方の決断が問われるんだぜ。ただのタイムスリップ映画じゃなくて、
主人公自身の成長物語でもあるのね。その通り、真由子の目線で描かれる信長は、一般的なイメージよりも人間味があって、家臣たちとの関係も深く描かれているんだぜ。確かに、信長ってカリスマ性のある武将だけど、どういう人物だったのかは意外と謎が多いわよね。そうなんだ。この映画では、信長の野望や苦悩が描かれていて、彼がどういう思いで戦国の世を生きたのかが伝わってくるんだ。それは面白そうね。ところで、この映画ってコメディっぽい雰囲気もあるの？ああ、タイムスリップ映画らしく、現代人が戦国時代に行った時のギャップがコメディ要素になっているんだ。真由子が現代の知識で信長にツッコミを入れたり、逆に信長の堂々とした態度に驚いたりするシーンもあるぜ。なるほど。それならシリアスなだけじゃなくて、楽しく見られる映画ってことね。そういうことだぜ。しかも、映像美も素晴らしくて、戦国時代の京都の風景や、本能寺のセットもかなりリアルに作られているんだ。まるでタイムスリップしたような気分を味わえるんだぜ。歴史好きにも、タイムスリップものが好きな人にも楽しめる映画って感じね。第5位、バーフバリ、伝説誕生。これはインド映画の歴史アクション大作で、2015年にインドで公開され、日本では2017年に公開された作品だぜ。インド映画史上最高クラスのスケールで作られた超大作なんだ。へえ、インド映画って言うと、ダンスや歌が多いイメージだけど、この映画もそうなの？もちろん、インド映画らしいミュージカルシーンもあるけど、それだけじゃなくて、壮大な戦闘シーンやドラマチックな展開が見どころなんだぜ。映画のテーマは王の宿命と戦いで、まるで神話みたいな話になっているんだ。それは気になるわね。具体的にどんなストーリーなの？物語の舞台は、架空の王国マッシュマケ王国だ。主人公のシブブは、小さな村で育った青年なんだけど、実は彼の出生には大きな秘密があるんだぜ。出生の秘密って、まさか、そう、彼こそが伝説の戦士バーフバリの血を引く者だったんだ。彼の父であるアマレンドラ・バーフバリは、かつてこの国の偉大な王だったけど、陰謀によって命を落としてしまった。なるほど。父の無念を晴らすために戦うっていう王道の展開なのね。そうなんだぜ。シブブは自分のルーツを知り、やがて王国の支配者バラーラデーバに立ち向かうことを決意するんだ。このバラーラデーバがまた強大な敵で、力も策略も桁違いなんだぜ。ただの戦いじゃなくて、王座をめぐる陰謀も絡んでくるのね。まさにそうだ。しかも、この映画のバトルシーンはとにかくすごいんだぜ。何万人もの兵士が入り乱れる大規模な戦闘シーンが描かれていて、ハリウッド映画並みの迫力があるんだ。インド映画ってそんなにすごいアクションがあるの？ちょっと意外かも。ああ、インド映画って言うとダンスのイメージが強いけど、この映画のアクションはハリウッドにも負けないレベルだぜ。特にクライマックスの戦闘シーンは、まるで戦争映画みたいなスケールで描かれているんだ。それは熱い展開ね。でも、ただのアクション映画じゃなくて、ストーリーにも深みがありそう。その通り、この映画のテーマは宿命なんだ。シブブは普通の青年として育ったけど、自分の出自を知ってからは、王としての使命を受け入れていくんだ。その過程で彼がどう成長していくのかが見どころなんだぜ。まるで神話の英雄みたいね。壮大な物語が楽しめそう。そうなんだぜ。そして、この映画の最大のポイントは、実はこれが完結編じゃないってことなんだ。続きがあるの？そう、これは2部作の前編で、続編、バーフバリ王の凱旋で物語が完結するんだ。前編では、シブブが自分の運命を知るところまでが描かれて、最大の謎は続編に持ち越されるんだぜ。それは気になる展開ね。じゃあ、次回作も含めて見ないとダメってことね。そうだな。一作目だけでも十分楽しめるけど、続編を見ることでより物語の全貌が見えてくるんだ。ぜひ両方チェックしてほしいぜ。第4位、怪盗グルーのミニオン大脱走。怪盗グルーシリーズは、イルミネーションエンターテインメントが手掛けるアニメ映画で、ユーモアと可愛らしさが詰まった作品なんだ。このミニオン大脱走はシリーズの第3作目にあたるぜ。なるほど。これってどんなストーリーなの？今回の物語は、
グルーが新たな宿敵バルタザール・ブラッドと対決するところから始まるんだぜ。バルタザール・ブラッド？どんな悪役なの？こいつがまた個性的なキャラなんだ。80年代に子役スターだったんだけど、人気が落ちて悪の道に走っちまったんだぜ。80年代ファッションに身を包み、懐かしのポップソングをバックにノリノリで悪事を働くっていう、めちゃくちゃユニークなヴィランだ。それは面白そうね。でも、グルーって今は悪党じゃなくて、家族と暮らしてるんじゃなかった？その通りだぜ。グルーは今や反悪党同盟 AVL の一員で、正義の側にいるんだ。でも、バルタザール・ブラッドの作戦を阻止できなかったことで、なんと AVL をクビになっちまうんだ。それは大ピンチね。ミニオンたちはどうするの？そこがまた今回の見どころなんだぜ。ミニオンたちは、グルーが悪の道に戻ると思って大喜びするんだけど、グルーがもう悪党じゃないって言い張るもんだから、なんとミニオンたちは家出してしまうんだ。ミニオンがグルーを見限るなんて。そうなんだ。でも、ミニオンたちも相変わらずのドタバタ騒ぎで、ひょんなことから刑務所に入っちまうんだぜ。刑務所、ミニオンたち、何したの？いや、別に悪いことをしたわけじゃないんだけど、彼らの行動が全部カオスだから、結果的に捕まっちゃうんだな。でも、そこからのミニオンたちの脱走劇がめちゃくちゃ面白いんだ。なるほどね。じゃあ、グルーは AVL もクビになって、ミニオンたちにも見放されて、どうなっちゃうの？そこで新たな展開があるんだぜ。実は、グルーには双子の兄弟ドルーがいることが判明するんだ。ドルーは金持ちで、グルーとは正反対の性格。彼はグルーに一緒に悪党になろうって持ちかけるんだ。グルーに双子の兄弟がいたの？そんなの聞いてないわよ。グルー自身も知らなかったんだぜ。だから、いきなり兄弟に会うことになって驚くんだけど、ドルーはめちゃくちゃ明るくて陽気なやつなんだ。でも、悪党としては全然ダメで、グルーに教えてくれ、って頼み込むんだ。それは面白い組み合わせね。グルーはもう悪党じゃないけど、兄弟の頼みを断れない感じ？そうなんだぜ。でも、グルーは完全に悪の道に戻るわけじゃなくて、バルタザール・ブラッドを倒すためにドルーと協力することになるんだ。そして、最後にはミニオンたちとも再会するんだぜ。わあ、なんだかすごく楽しそうな映画ね。アクションあり、笑いあり、家族の絆ありで、子供から大人まで楽しめる内容になってるぜ。80年代の音楽がふんだんに使われてるから、その時代を知ってる人には懐かしさもあるしな。じゃあ、ミニオンの可愛さも健在なのね。もちろんだぜ。ミニオンたちのドタバタ劇は健在で、刑務所でのエピソードや脱走シーンは特に爆笑ものだ。最後にはグルーとの絆も戻って、ハッピーエンドになるんだぜ。それは安心したわ。ミニオンたちとグルーのコンビはやっぱり最高ね。第3位、シング。シングはイルミネーションエンターテインメントが制作したアニメ映画で、動物たちが歌のオーディションに挑戦するというストーリーなんだぜ。なるほど、オーディションってことは、登場キャラクターがそれぞれ夢を追いかける感じなの？そうなんだぜ。物語の中心は、経営が傾きかけた劇場を立て直そうとするコアラのバスタームーン。彼が起死回生の策として、一般参加型の歌のオーディションを開くことを決めるんだ。ふむふむ、それでたくさんの動物たちが応募してくるのね。そう、そこに集まったのが、個性豊かなキャラクターたちだ。例えば、極度の上がり症だけど抜群の歌唱力を持つ山嵐のアッシュ。ギャングの家に生まれながらも歌手を夢見るゴリラのジョニー。子育てに追われる主婦豚のロジータ。それから超絶陽気なダンサー、豚のグンターだぜ。へえ、みんな違った背景を持ってるのね。それぞれにドラマがありそう。その通り、みんなが夢を叶えたいと願ってオーディションに挑むんだけど、それぞれに悩みや困難があるんだ。ジョニーは犯罪一家の父親に反対されるし、ロジータは家事と育児に追われていてなかなか自分の時間を持てない。ただの楽しいアニメじゃなくて、キャラクターの成長が描かれてるのね。そうなんだぜ。そして、この映画の一番の魅力は、やっぱり音楽なんだ。登場キャラが実際にヒットソングを歌うんだけど、そのパフォーマンスがめちゃくちゃすごい。ヒットソングって、具体的にどんな曲があるの？
例えば、テイラー・スウィフトのシェイク・イット・オフ、レディー・ガガのバッド・ロマンス、フランク・シナトラのマイ・ウェイ、エルトン・ジョンのアイム・スティール・スタンディングとか、誰でも聞いたことのある曲がいっぱい使われてるんだぜ。それは豪華すぎる。まるで音楽フェスみたいね。まさにそんな感じだぜ。しかも、キャラクターたちのストーリーと音楽がうまく絡み合っているから、歌のシーンがすごく感動的なんだ。ジョニーが I'm Still Standing を歌うシーンなんか、もう最高だぜ。それは見どころね。でも、劇場の経営はどうなるの？実は、途中で劇場が崩壊しちまうんだ。バスタームーンは一度は夢を諦めかけるんだけど、仲間たちの支えによって、最後に野外ステージで感動のパフォーマンスを披露するんだぜ。劇場が崩壊。それは大変だけど、ラストの大舞台は絶対に感動しそうね。その通り、夢を諦めなかったキャラクターたちが、それぞれ自分の全力を出して歌い上げるシーンは、本当に胸が熱くなるんだぜ。これは音楽好きにはたまらない映画ね。第2位、バーフバリ、王の凱旋。バーフバリ王の凱旋は、バーフバリシリーズの完結編だ。この作品で、ついにバーフバリの物語が完結するんだぜ。おお、それは気になるわ。前作では主人公のシブブが自分の出自を知るところまでだったけど、今回はどんな展開になるの？今回は、ついに彼の父アマレンドラ・バーフバリの過去と、その悲劇的な結末が明らかになるんだ。そして、シブブが王国を取り戻すために宿敵バラーラデイバとの最終決戦に挑むんだぜ。つまり、父の物語と、息子であるシブブの復讐が交錯するわけね。そういうことだぜ。まず、前半ではアマレンドラ・バーフバリが王子としてどれほど優れた人物だったのかが描かれる。彼は武勇に優れ、民衆からも絶大な支持を受けていたんだ。だけど、王座を狙うバラーラデイバとその母芝神の陰謀によって、悲劇的な運命をたどることになる。うわぁ、それは辛い話ね。そうなんだぜ。そして、その過去を知ったシブブは、自分が正当な王であることを証明し、バラーラデイバを倒して王国を取り戻すために戦うことを決意するんだ。まさに王道の英雄譚ね。でも、バラーラデイバってめちゃくちゃ強そうじゃない？ああ、バラーラデイバは残虐で冷酷な暴君として君臨していて、強さも尋常じゃない。だから、シブブが彼と戦うためには、圧倒的な戦力が必要だったんだ。そこで、彼は民衆を奮い立たせ、巨大な軍を率いて決戦に挑むんだぜ。うわぁ、まるで歴史に残る戦争映画みたいな展開ね。その通り。そして、この映画の最大の見どころは、その壮大な戦闘シーンだぜ。何万もの兵士が入り乱れる戦場、巨大な象が暴れ回る中での戦闘、バーフバリの超人的なアクション。どれをとっても圧巻なんだ。そんなにすごいの？まるでハリウッドの大作映画みたいね。それどころじゃないぜ。ハリウッドのアクション映画と比べても、この映画のスケール感と映像美は段違いだ。特に、クライマックスのバーフバリとバラーラデイバの一騎打ちは、映画史に残る名シーンだと思うぜ。そんなに迫力があるなら、大スクリーンで見る価値がありそうね。間違いないぜ。しかも、この映画の魅力は戦闘だけじゃない。バーフバリの強さだけでなく、彼が持つ王としての優しさや正義感が、物語をより感動的にしているんだ。なるほどね。ただのアクション映画じゃなくて、しっかりとした人間ドラマも描かれているのね。そういうことだぜ。そして、ラストシーンでは、バーフバリが真の王として即位し、民衆に祝福されるシーンが描かれるんだけど、そこまでの過程が本当に感動的なんだ。王道のラストだけど、ここまで壮大な物語が描かれると、きっとすごく感動しそう。第1位、美女と野獣。これはもう、誰もが納得の名作だぜ。ディズニーの名作アニメーションを実写化した作品で、日本でも大ヒットしたんだ。ディズニーの美女と野獣といえば、1991年に公開されたアニメ映画が有名よね。それをそのまま実写化したの？基本的なストーリーはアニメ版と同じだけど、実写ならではの美しい映像と、細かく掘り下げられたキャラクター設定が追加されているんだぜ。へえ、それは気になるわ。主演は誰がやってるの？ベル役を演じたのはエマ・ワトソンだぜ。
ハリーポッターシリーズのハーマイオニー役で有名な彼女が、知的で芯の強いベルを完璧に演じているんだ。エマ・ワトソンなら、ベルの聡明さや独立心のある性格がぴったりハマりそうね。まさにそうだぜ。そして、野獣役はダン・スティーブンス。特殊メイクと CG を駆使して、野獣の複雑な心情がリアルに表現されているんだ。あの野獣の姿をリアルに再現するのは大変そうだけど、どんな感じなの？ CG 技術がすごくて、本当に存在しているかのようなリアルさなんだぜ。野獣の表情も細かく作り込まれていて、彼の心の変化がすごく伝わってくるんだ。なるほどね。それで、ストーリーはどんな感じ？物語は、ベルが父親を救うために野獣の城へと囚われるところから始まる。最初は野獣を恐れていたベルだけど、彼と過ごすうちに、その優しさや悲しみを知っていくんだ。少しずつ心を通わせていく感じね。ロマンチックだわ。そうなんだぜ。そして、ベルだけじゃなくて、野獣の方もベルに心を開いていく。彼女との交流を通じて、自分が人間としての心を取り戻すことに気づくんだ。確か、野獣は魔女の呪いによって姿を変えられたのよね。そうだぜ。王子だった彼は、冷酷で傲慢な性格だったせいで呪いをかけられ、野獣の姿にされてしまった。だけど、真実の愛を見つければ元の姿に戻れるっていう条件があったんだ。じゃあ、ベルとの愛が育てば呪いが解けるのね。その通り。だけど、その途中でガストンっていう男が邪魔をしてくるんだぜ。彼は村一番のハンサムだけど、自己中心的で、ベルにしつこく求婚するんだ。確か、アニメ版でもガストンは悪役だったわよね。そうなんだぜ。実写版でもガストンのキャラは健在で、彼の傲慢さと執着心がよりリアルに描かれているんだ。しかも、野獣を倒そうと村人たちを煽るシーンは、緊迫感があって見どころの一つだぜ。それはハラハラしそうね。でも、ベルと野獣の愛はどうなるの？ベルが野獣を救おうとしたことで、彼は本当の愛を知り、呪いが解けて元の姿に戻るんだ。まさに感動のクライマックスだぜ。やっぱりハッピーエンドなのね。王道のラブストーリーって感じ。そうだぜ。それに、この映画の魅力はストーリーだけじゃなくて、音楽も最高なんだ。ビューティーザ・ビースト、美女と野獣をはじめとする名曲が、圧巻の演出で再現されているんだぜ。あの名曲が実写版でも聴けるのね。それはファンにはたまらないわね。エマ・ワトソンも歌を披露していて、ベルの曲、朝の風景、ベルも素晴らしいんだ。オーケストラと映像の美しさが融合して、夢のような世界観を作り出しているんだぜ。映像も音楽もストーリーも最高ってことね。それなら、第一位にふさわしい映画ね。総評またはまとめ。いやー、2017年に日本で公開された映画を振り返ってみたけど、本当に名作揃いだったわね。そうだな。アクションからファンタジー、アニメ、サスペンスまで、いろんなジャンルの作品があって、どの映画も魅力たっぷりだったぜ。特に、美女と野獣や、バーフバリシリーズは、映像の美しさやストーリーの壮大さが印象的だったわ。そうだな。どちらもスケールの大きい映画で、まるで映画の世界に引き込まれるような体験ができる作品だったぜ。あと、シングや怪盗グルーのミニオン大脱走みたいな、家族で楽しめる映画もランクインしてたわね。音楽やコメディ要素が詰まってて、子供から大人まで楽しめる作品だったな。特に、シングのオーディションシーンは、どのキャラも個性が光ってて感動的だったぜ。そして、日本映画も負けてなかったわね。22年目の告白や、浪屋雑貨店の奇跡みたいな、心を揺さぶる作品もあったし、ああ、日本映画ならではの繊細なストーリー展開が魅力的だったな。サスペンスやヒューマンドラマの完成度も高かったぜ。こうやって振り返ってみると、2017年は本当に素晴らしい映画がたくさんあったのね。そうだな。まだ見ていない作品があったら、ぜひチェックしてみるのぜ。よし、それじゃあ今回はこの辺で、また次回の映画ランキングも楽しみにしてるわ。おう、また面白い映画を一緒に語ろうぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。
コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。